ねえねえ、すみれ。この前公開されたジョーカー2のことなんだけど、なんかすごく話題になってるみたいなの。一体何があったの？そうなのよ。実はね、ジョーカー2の興行収入が予想をはるかに下回ってて、大変なことになってるの。前作はすごく人気だったのに、どうしてなの？具体的な数字で説明すると、全世界での興行収入が2億2000万ドルで終わる見込みなんだって。これって前作のたった5分の1程度なのよ。うわ、それってすごく少ないの？そうなの。予算が1億9000万ドルもかかってるから、コミック映画史上では最大の失敗作になりそうなのよ。しかも、劇場公開期間もわずか1ヶ月で終了することになるのではないかと言われているのよ。それって普通より全然短いんじゃないの？そうなのよ。それに10月29日にはもうデジタルリリースされるの。これは少しでも収益を回収したいという狙いがあるみたいね。海外での成績はどうなってるの？海外では公開3週目の興行収入がわずか1470万ドルだったの。ちなみに、マーベルズが790万ドル、ザ・フラッシュが1140万ドルだったから、比較するとかなり厳しい数字ね。でも、なんで急にこんなに人気がなくなっちゃったの？現在の詳しい数字を見てみると、国内が5600万ドル、海外が1億3500万ドルで、合計で1億9200万ドルなの。当初、予想では3億ドルくらいいくんじゃないかと言われてたのに、2億ドルにも届いてないのよ。お客さんの評価はどうなの？ロッテントマトのスコアを見ると、非評価もお客さんも 30% 台なの。面白いことに、非評価とお客さんの評価がほぼ同じくらいで、珍しいケースね。それってすごく低い評価じゃない？どうしてこんなことになっちゃったの？大きな理由の一つは予算の使いすぎね。バラエティ紙によると、制作費が2億ドルで、マーケティング費用が1億ドルもかかってるの。そして、映画のチケット販売はスタジオと劇場の間で分配されているため、ジョーカー2の損益分岐点は全世界で4億5000万ドルだったみたいよ。なんか難しい数字がいっぱい出てきたけど、つまりお金かけすぎちゃったってこと？そうなの。前作は制作費5500万ドルで10億ドル以上稼いだのに、今回は予算を4倍近くにしちゃったの。それに、ミュージカル要素を入れたのも賛否が分かれる要因かもしれないわね。それって1億5000万から2億ドルくらい損することになるってこと？その通りよ。日本円に換算すると約300億円の損失になる可能性があるの。映画界でもこれだけの損失は珍しいケースね。すみれ、これってもしかして歴史に残る大失敗映画になっちゃうの？そうなるかもしれないわね。でもデジタル配信での収益に期待してるみたい。前作は国内のビデオ販売だけで5690万ドル稼いでるから、そこで少しでも挽回できればいいんだけど。へえ、映画って本当に難しいのね。前作が大ヒットしても続編は保証されてないってことなのかな？その通りよ。映画界の怖いところね。前作で10億ドル超えのヒットを出して主演俳優がオスカーまで取ったのに、こんな結果になるなんて誰も予想してなかったわ。でも、すみれ、これ全部映画館のせいじゃないよね。そうね。映画館側からすると公開し続けるほど赤字になってしまうから、早めに打ち切りにせざるを得ないの。これは映画館の判断としては正しいと思うわ。そういえば、中国でも公開されたんだよね。どうだったの？中国での興行収入は610万ドルだったわ。これのおかげで先週末からの減少率が 35% で済んだんだけど、それでも全体的な数字を大きく改善するほどではなかったのよ。へえ、でも、評価的な面で他のコミック映画と比べてどうなの？面白い質問ね。最近のコミック映画の評価を見てみると、マダムウェブが 11%、デッドプール&オルヴァリンが 78%、ザ・クローンが 23%、ヘルボーイが 41%、ベノムが 37% なの。ジョーカー2は 32% だから、かなり低い評価の部類に入るわね。あれ？でも、ベノムシリーズってなんか評価の傾向が違うんじゃなかったっけ？さすが鋭いわね。ベノムシリーズは特殊なケースで、非評価の評価はすごく低いのに、お客さんからの評価はとても高いの。でも、ジョーカー2は両方から厳しい評価を受けちゃったわ。そっか。ところでジョーカー2って映画館でまだ見られるの？見に行った方がいいのかな？そうね。もし興味があって、まだ映画館で見られるなら、パンフレットは買っておくことをお勧めするわ。このままだとレア物になる可能性が高いし、何より映画館の支援にもなるからね。へえ。でも、これだけ話題になってる映画なら、配信したら見る人増えるんじゃない？その可能性はあるわね。ワーナーも配信での挽回を期待してるみたいだし。ただ、損失を完全に取り戻すのは難しそうね。映画って本当に難しいんだね。ヒットするかどうか予想できないものなの？そうなのよ。前作が大ヒットしても、続編の成功は保証されないの。
特に今回は予算を大幅に増やした上に、ミュージカル要素を入れるという大きな変更もあったから、リスクが高かったのかもしれないわ。ほんと、映画界ってドラマチックね。そうね。これを教訓に今後のコミック映画はどう変わっていくのか、私も注目していきたいわ。映画界の変化って目が離せないものね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。今日はあのジョカートゥンが特に盛り上がることもなく、予想以上の大惨事にとんでもない赤字を出しそうだという話題について紹介したけど、どう思ったかな？動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。